自分に自信がないあなたに見てほしいです。4分間のヨガを行いながら私の話を聞いてください。自信のつけ方を理解できます。それでは一緒に進めましょう。自信はありますか？ダイエット指導をしていると皆さん口を揃えて自信がないと言います。勘違いしないでください。自信がないのはあなたがダメ人間だからではありません。自信がないのには原因があります。それは目的がない、余裕がない、この2つから生まれます。目的がないと何かに熱心に取り組めません。熱心に取り組めないと成功体験が生まれません。成功体験がないと周りに認められません。周りに認められないと自信がつきません。余裕がないと挑戦できません。挑戦できないと成功体験が生まれません。以下同じです。ではどうしたらよいのか。人生の目的は簡単には見つけられません。目的を見つけるにはまず自分の価値観を明確にしてください。小さい頃好きだった人や物にあなたの価値観が隠されています。ドラえもんが好きだった人はいつものび太を助けてくれるドラえもんの愛があなたの価値観かもしれません。想像力や自由があなたの価値観かもしれません。価値観が分かれば愛、想像力、自由の価値観を掛け合わせてどんな素晴らしい世界が広がるか空想しましょう。次に自分の価値観に合わないことをやめていきます。愛が価値観なのに家族との時間も取れないような長時間労働の会社に勤めているなら会社を辞めましょう。想像力が価値観なのにいつも決まったことばかりやっているなら新しいことを始めましょう。自由が価値観なのに時間や場所に縛られているなら暮らし方を変えましょう。もちろんいきなりは会社を辞められませんし暮らしも変えられません。でも会社を辞めるためにはどんな能力をつけたらよいのか考えるために本を読むことはできます。暮らしを変えるヒントを得るために移住した人の YouTube を見ることはできます。こうやって毎日少しずつできることをやっていると無理だと思っていたことができるようになります。余裕については時間の余裕とお金の余裕に分けることができます。時間とお金に余裕があれば心の余裕も出ます。時間に余裕を持つには自分以外でもできることは人に任せる。やる必要のないことはやめる。お金に余裕を持つには自動的に入ってくる収入源を持つ。短期的にお金を得る手段を持つ。これらも人生の目的同様今すぐ手に入れることはできません。ですのでできることから順番に行います。余裕は周りの人からサポートを受けることで増えます。親にお願いする、旦那にお願いする、子供にお願いする、会社の同僚にお願いする。サポートを上手に得るにはコミュニケーションが大事です。ぜひコミュニケーションの本を読んでみてください。お金に関しては価値観に沿ったことを行っていけば後からついてきます。自動的に入ってくる収入源はインターネットを使うと得やすいです。かといってインターネットビジネスをお金儲け目的でやろうとしてもなかなかうまくいきません。本当に自分が価値があると思えるものを商売としてインターネットを使って展開しましょう。ここに関しては話が戻りますが価値観を明確にすることが最初のスタートになります。最後に覚えておいてほしいのは最初は何をやっても手応えがないということです。手応えがないどころか後退しているような感覚も覚えるでしょう。自転車に乗れるようになるまでに何度も転ぶのと同じです。もう一生乗れるようにならないのではないかと思うほどです。でも一度乗れるようになるとずっと乗れます。目的と余裕に関してもそれと同じです。乗れるようになれば自信はついています。自信に関する相談があれば何でも気軽にコメントしてください。以上です。